こんにちは、つんです。今回は洗面所の壁紙を DIY します。それとですね、浮かせる収納を DIY した時に貼ったマステも2年ぶりに剥がしてみようと思います。マステも剥がせる壁紙も本当に綺麗に剥がせるのか。今回は失敗談も正直にご紹介するので、少しでも参考になれば嬉しいです。はい、ではまず古いマステを剥がしてみようと思います。こちらは以前の動画でご紹介した壁をマグネット仕様にする方法で、夫の電気シェーバーを収納していました。詳しい作り方は以前の動画を見ていただければと思いますが、概要欄にリンクを載せておきますね。はい、でこの時壁を養生するのにマスキングテープを貼りました。マステは綺麗に剥がせるってことで DIY とか収納でも活用している方が多いと思うんですが、長年貼ってると剥がれなくなるとか現状回復できないとかいう話もたまに聞くので、使いたいけど大丈夫なのかなって賃貸の方は特に気になるところですよね。はい、こんな感じで隙間なく貼っていました。ちなみにこの時使ったのはマスキングテープで有名な鴨イカ講師さんのマステです。そしてあれから2年3ヶ月、マステも両面テープもがっちりくっついていて全く落ちる気配はありません。はい、では本気で剥がしにかかります。かなりねしっかりくっついてるけど、少しずつゆっくり剥がしてみたところ、マステごとね壁から剥がれてきますね。すごい綺麗に剥がれました。ベタつきも全くないですね。ちなみに洗面所は脱衣所も兼ねているので湿気はまあまあある場所です。マステの裏面にも壁紙はついていませんでした。トタ板は再利用したいのでマステを剥がしてみたけど、こちらもね難なく剥がせました。で両面テープは手では剥がせそうになかったので、シール剥がしスプレーを使います。これはね口コミが良かったので 3M のシール剥がしを購入しました。両面テープのところに吹きかけて数分そのまま放置。結構ね柑橘系の匂いが強めだけど、嫌な匂いではないです。うちは猫がいるのでドアを閉めて換気をしました。5分後、すごいですね、スルスルと取れて気持ちいいです。おかげさまでトタン板も再利用 OK、 完全に現状回復できました。ご参考までに。洗面所のぼやけたクリーム色の壁紙が嫌いでした。入居して9年も放置しておいて今更なんですが、やっと重い腰を上げて張り替えようと思います。はい、まずは壁紙探しから。最近はね、手軽に貼れる壁紙っていうのもすごく増えてきたので、今回は剥がせる壁紙で、かつシールタイプのものを探して、良さげな壁紙のサンプルをいくつか購入しました。白い壁紙といってもね、本当にいろいろありますよね。今回サンプルを見て思ったけど、シールタイプの壁紙はね、テカった質感っていうのがね、多い印象でしたね。色も質感も画像ではやっぱりわからないので、サンプルはね、絶対確認した方がいいです。そんな中でも、リルムというメーカーの壁紙は、三月とかシンコールとかリリカラなど国産の壁紙をシールタイプにしたものらしく、質感がね、すごく良かったです。こういう漆喰タイプもね、平面じゃなくて凹凸で表現されていました。さて、本当に綺麗に剥がせるのか、サンプルをいただいたのでしばらく貼って試してみようと思います。壁紙を拭いて汚れを取ってからペタッと貼っておきました。とりあえず数日間このままにしておこうと思います。結果は後半で。はい、でサンプルをねまだ試している最中ではあるんですが、もうねリルムが気に入ったので採寸して注文しました。私楽天で購入したんですが、朝買ったら翌日に届きました。めちゃめちゃ早かったです。
で、壁紙っていうのはね、湿度の変化で多少伸縮するらしく、貼る2、3時間前に薪を緩めて湿度になじませておいた方がいいらしいです。ちなみにこの日の湿度は 63%。まあまあ湿ってますね。次に壁の障害物を外していきます。このタオル掛けどうやって外すんと下を覗いたら小さな穴が開いていました。この精密ドライバーを差し込んだらパコンと外れました。あとはね、中のネジを外したら取れるだろうと思ったんですが、ネジ外しても結構硬くくっついてて、ちょっとこの時は焦りましたね。でちょっと力を入れて引っ張ったら取れました。で、ネジ穴は結構がっつり開いていたので、カッターで飛び出た部分をカットして、毎度おなじみ壁埋め職人で埋めて、なんとなく平らにしておきました。スイッチとコンセントはカバーを外して中のネジを緩めて、カバーの土台も外しておきます。さて、ここで壁紙のサンプルを剥がしてみることに。貼ってからね、6日が経ちました。裏紙が残った状態にはなったんですが、裏紙もね、まだ手で剥がせる感じでした。でも壁紙を傷める可能性があるので、本当はね、この裏紙も手で剥がすのは NG です。壁紙メーカーさんはシール剥がし推奨とのことで、スプレーしてしばらく放置したら、スルンと気持ちよく剥がれました。まあね、6日しか経ってないってこともあるんですけど、糊も残ってなかったです。本当にね、綺麗に剥がせましたね。ただ、広い範囲にスプレーするっていう風になると、ちょっと大変かもしれないですね。はい、壁の障害物がなくなったところで、汚れを拭いておきます。壁紙を広げておいたら先客がいました。で、うちの洗面所の壁はね、少々細かい凹凸が多いので、数センチの余白を作りながらあらかじめざっくりカットしておくことにしました。このね、裏側に目盛りがついているっていうのは本当に助かります。姫がかまってモードに突入の様子です。猫様のご要望は絶対なので、作業はしばらく中断。この後もね、猫腹をたびたび受けながら、休み休みなんとかカットしました。で、今回ね、壁紙と一緒に購入したこのリルムの台紙カッター付きスキージー、これがね、めちゃめちゃ便利でした。ここにカッターが付いていて、裏紙だけをカットできるんです。こうしてね、裏紙をちょっとだけめくって、カッターの部分を差し込んで、スーッと押せば OK。上の部分の一部分だけをカットしておくことで、貼り始めの位置決めがね、すごい楽になるし、要所要所に切れ目を入れておけば、壁紙が思わぬところでくっつくってことを防げます。これはね、本当に買ってよかったです。おすすめ。はい、ついでに壁紙を貼るのに必要な道具をご紹介すると、まずはメジャーや定規、印をつけるための鉛筆、空気を抜きながら貼れるなではけ。これはね、私はたまたま持ってたんですけど、さっきのスキージーでも代用できるんじゃないかと思います。これがジベラ。壁紙をカットする時のガイドに使います。そしてジョイントローラー。これは継ぎ目を圧着するのに使います。これはね、ほんとあると仕上がりが全然違うので、これはあった方がいいかなと思います。
カッターは絶対必要ですね。こちらは竹べら。四隅の折り目をつけるのに便利です。はい、ではいよいよ貼っていきます。今回ね、一番上は壁紙を余らせずにぴったり貼りました。裏紙をね、一部しか剥がしてないおかげで、2、3回ぐらいはね、貼り直しできました。はい、で、位置が決まったら、裏紙を少しずつ剥がしながら、ハケとかスキージーで空気を抜きながら貼り進めます。結構ね、しっかり厚みのある壁紙だったので、シワとか空気は入りにくかったです。うちの洗面所の壁は形がやや複雑で、壁紙貼りは9年ぶりの2回目っていう初心者には難易度が高かったです。もうこういうね、どうせ見えないやっていう部分はもうハサミでカットしちゃいました。もうね、目盛りがなかったら積んでたと思いますね。角はタオルを使うと綺麗に角を出せます。はい、こんな感じでとりあえず一面が完了しました。困ってたね、アールの部分も割と綺麗に貼ることができました。で、反対側も貼り進めていきます。コンセントがね、スイッチがある部分は真ん中あたりからバッテンにカットして、でめくってスイッチの位置を確認しながら、周りの余計な壁紙をカットします。ここで大事件が発生。カットミスっちゃいました。もうね、しばらく手が止まりました。本当ならね、まるっと全部やり直すところですが、ケチってギリの寸法しか買ってないので予備の壁紙はないし、たまたまこの部分は後からタイルを貼る予定だったので、タイルで見えなくなる部分までカットし直して継ぎはぎで貼ることにしました。カメラアングル変えてる余裕がなくてですね、見にくくてすいません。しかもちぎれるっていうね、さらなる悲劇も発生しました。疲れて集中力なくなってたのかもしれませんね。ローラーでね、ぐいぐい押して頑張りましたが、やっぱりね、手でカットしたところをきれいに突き合わせるっていうのは難しかったです。ここだけはね、きれいに貼れましたね。ただこのリルームの壁紙は初心者さんは重ね張りが推奨だそうです。重ねるとね、やっぱり多少厚みが出ちゃうんですけど、突き合わせて貼ると乾燥した時に壁紙が縮んで隙間ができる場合があるそうなんですよね。なので多少厚みが出ても重ねてしまった方が安心かもしれません。ただね、ちぎれたところは意外とね、目立たずに貼れました。はい、そんなこんなでスイッチとコンセントのカバーを戻して、なんとか貼り終えることができました。早くね、失敗隠したいんですけど、欲しいタイルが欠品中で8月まで買えないってことなので、再びトタン板を貼ることにしました。今回はね、2ヶ月間をしのぐだけなので、両面テープも3箇所程度。で、両面テープの上にマステを貼る方法にしましたが、これだけでもね、しっかり貼れました。はい、そして電気シェーバーを戻して、すべて完了しました。はい、こうしてぼやけたクリーム色だった壁紙が白くなって洗面所が明るくなりました。大失敗したところ以外はまあまあいい感じで貼れたんじゃないかと思います。途中でね、猫腹とか休憩を挟みましたが、狭い範囲だったけど6時間ぐらいはかかりました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。